皆さんこんにちは。2月14日はバレンタインデーでしたよね。皆さんは何かお祝いをしたり、プレゼントを贈ったりしましたか？チョコをもらった人はいますか？私は近くのカフェへハートのケーキを食べに行きました。日本では女性から男性へチョコレートを贈ったり告白したりする日ですが、ほとんどの外国では女性から男性ということじゃなくて、カップルの場合お互いにプレゼントをし合ったり、ディナーに出かけたり、恋人と一緒に過ごす日だと思います。スペインでは男性から女性へお花を贈ることも多いので、この日はお花屋さんがすごくにぎわっていました。そしてその1ヶ月後の3月14日なんですが、この日は何の日か聞いたことがありますか？これは日本から始まった習慣なので知らない人も多いと思いますが、ホワイトデーなんです。ホワイトというのは色、白い色のホワイトです。英語から来た言葉ですが、なぜかカタカナでホワイトと言って英語の発音と違うからちょっと分かりにくいですよね。で、このホワイトデーは何をする日かというと、バレンタインデーにチョコをもらった男性が女性にお返しをする日なんです。だからそもそもバレンタインデーにチョコを贈る習慣がない国ではホワイトデーもなくて当然ですよね。韓国や台湾などでは日本のようにホワイトデーをお祝いするって聞いたことがありますが、本当なのかな？今ね、韓国や台湾に住んでいる人がいたらまた教えてください。じゃあどうやってこのホワイトデーが始まったのかっていうと、定かではないんです。いろいろ説があるんですよね。今はホワイトデーとして知られていますが、以前はマシュマロデーと言われていた時期もあったそうです。マシュマロってわかりますか？なんか、キャンディー？飴？関西ではね、飴ちゃんって言うんですが、なんか飴みたいな形をしているんだけど、食べたらふわっとしていて柔らかいお菓子。見た感じはちょっとお餅にも見えるかもしれません。そう、以前はそのマシュマロをお返しする日だったんです。あとキャンディーも。昔はマシュマロかキャンディーをお返ししていたんですよね。マシュマロ屋さんやキャンディー屋さんがキャンペーンを行って、これは商品をね、売るためにですよね。まあね、こういうと全然ロマンチックじゃないですけどね。でも結局その後、ホワイトデーという名前になって、マシュマロやキャンディーだけじゃなくて、何かをお返しする日として定着したんですね。今じゃマシュマロとかをお返しする人って少ないんじゃないかな。やっぱりお菓子類が多いみたいだけど、最近ではチョコやクッキー、マカロン、そしてマドレーヌとかが人気だそうです。カップルだと、もし恋人がチョコと何か小物、お財布とかアクセサリーとかお花とか、そういうのをくれた場合は、お返しもお菓子やお花、プラス何か小物などを贈るのが普通だと思います。カップルだと信頼関係もあるので、相手に何が欲しいか聞いてもいいですね。義理チョコや友チョコの場合は、だいたい同じくらいの値段のお菓子を贈るのが一般的だと思います。もちろん義務じゃなくって絶対にお返ししなきゃならないっていうことはなくて自由なんだけど、日本はお返し文化が定着しているので、お返しをする人がほとんどですね。でね、このポッドキャストでホワイトデーのことを話すのにちょっとネットで調べていたんですが、お返しにはそれぞれの意味があるっていう記事をたくさん見つけたんですよ。びっくりしました。例えばマシュマロだと、あなたのことが嫌いです。キャンディーはその反対で、あなたのことが好きです。クッキーは友達でいましょう。マカロンはあなたは特別な存在です。そしてマドレーヌはあなたと仲良くなりたいです。というようなメッセージが込められているそうなんですよ。本当に私は全然知らなかった。でもね、ほとんどの人がそんな意味を知らずにお返しを選んでいますというふうにも書いてあったので、
多分私みたいに知らない人も多いと思います。だから気にすることはないと思うんだけど、一度こういうふうに知ってしまったらちょっと気になりますよね。実際にマシュマロをもらったら、もしかして嫌われてたのって思ったりしますよね。今ここで言わなかった方が良かったかも。気にしたらごめんなさい。聞いてくれてる人の中に日本で義理チョコをもらった人もいるかもしれないけど、義理チョコ自体が義理なんだから、お返しもお礼であってそこまで深く考えることはないと思います。まだホワイトデーまでには1ヶ月ぐらいあるので早いんですけど、日本にはこんな習慣があるんだってことを覚えておいてください。今日も最後まで聞いてくれてどうもありがとうございました。それではまたね。